皆さんこんにちは。最近韓国で日韓カップルが急増しているというニュースを見ました。2024年を基準にすると各10年間で最も多い数値だそうです。そして外国人の配偶者の中で日本人女性が最多だそうです。反対に韓国人女性と日本人男性の組み合わせは5分の1に減ったそうです。でもなんとなく理由がわかるような気がします。なぜ日本人女性と韓国人男性の組み合わせが多いのでしょうか。多分ドラマや K-POP などいろんな理由があると思いますが、さまざまな YouTube や人々の意見を見ると、この2人がお互いの特徴に惹かれ合っているようです。韓国人男性は感情表現がストレートです。好きだよ、会いたい、俺が責任を持つ、任せてなどリーダーシップが感じられる言葉をよく使います。そして、結構優しいです。例えばお肉を切ってくれたり、カバンを持ってくれたりすることが当たり前ですね。だから恋愛初期にはまるで姫様になったような気分になれます。一方で日本人男性は感情を抑えてプライバシーを大切にして静かなタイプが多いようです。日本人女性はちょっとしたことにも感謝して感動して思いやりがあり繊細ですよね。特に日本の女性の方々は韓国のドラマや K-POP が大好きな方が多いですね。そのため韓国や韓国人の男性に対して幻想を持っていることもあるのかなと思います。今日も鶴橋のコリアンタウンに行ってみたらほとんど女性のお客さんばかりでした。逆に韓国人の男性は思いやりのある日本人の女性に対して幻想を持っていることが多いです。韓国で日韓カップルと検索してみると、だいたい韓国人の男性と日本人の女性のパターンが多く出てきます。その中で人気の動画を何個も見ましたけど、結構印象的だったタイトルはお弁当を作ってくれる日本人の妻、夫を支える日本人の妻、夫の年収が低くても大丈夫などの内容がありました。コメントにはこれはまるで現代のファンタジーだとか、ロットに当たったより羨ましい、この男はつまり日本人の妻と結婚した男は前世で国を救った、日本人の女と結婚したい、韓国人の女と一緒に暮らすのは債権者と債務者の関係だなど、結構刺激的な言葉が並んでいました。韓国人女性に比べて日本の女性が柔らかい印象があると言われています。日本人の方々ははっきり言わないことが多いし、断るのも苦手できついことを言うのも得意ではないというイメージがあります。それに対して韓国は反対です。自分の意見をはっきり伝えるのが当たり前という雰囲気が全体的にあると思います。だから韓国の女性は気が
が強いとか性格が強いって言われがちなのかもしれません。韓国人の男性は自分の気をうまく立ててくれる上司を好む傾向があり、韓国人の女性はそのような役割をあんまり果たさないため、韓国人の男性と日本人の女性の相性がいいという雰囲気があるように思います。さて、ここからは私の経験談をお話ししようと思います。私はその逆のパターンで、つまり韓国人の女性と日本人の男性というあんまり人気がない組み合わせで、むしろ相性が良くないと言われがちなカップルですね。それでも韓国人の男性と日本人男性どちらとも付き合ったことがある私から、日本人の男性と付き合っていて良かったこと、逆に合わなかったことについて個人的な経験をお話ししたいと思います。一つ目は、彼氏の家族と関わることがあんまりない、つまり義実家問題がないということです。これは韓国人の男性と結婚した日本人女性が挙げたネガティブな点でもあります。実際には日本人女性だけでなく、韓国人女性にとってもこの点は一番辛い部分かもしれません。以前私が韓国人男性と付き合っていた時の話をしますね。私を全く好きじゃないお母さんもいました。どう嫌われていたかというと、まるで私が存在していないかのように無視されたり、私の大学や職業について評価するのは当たり前だったし、うちの息子の好みに合うように料理してねって言われたこともあります。基本的にいつも息子を中心の話ばっかりしていた気がしますね。そんな理解できない言葉を言われました。さらに結婚したわけでもないのにキムチをつけるから来ないなんて言われたこともあります。キムチ漬けとは1年分のキムチを作る大仕事です。つまり大量の白菜を洗って塩漬けにしてヤンニョムを作ってというものすごく大変な仕事であり、労働なんです。それはつまり手伝いに来てという意味ですよね。その時思ったのは、この恋愛は私と彼の個人的なことじゃなくて家族のことになってしまっているということです。まだ付き合っている段階から彼のお母さんの顔色を伺わなければならないなんて、結婚したらもっと大変になるだろうと思いましたね。私は彼と付き合っているのに、どうして彼のお母さんに嫌われないように気を使わなきゃいけないのか分かりませんでした。この話は以前インスタの投稿で見た話なんですけど、韓国の家って、鍵を使わないでオートロックになっていて、暗証番号を押して玄関を開ける
システムです。一般的に、それで夫婦が住んでいる家の暗証番号をそのお母さんが教えてと言って勝手にドアを開けて入ってくるなんていうプライバシーの問題でトラブルになることもありました。この例は極端的でなかなか見えないケースなんですけど、このようにちょっとプライバシーの問題になるケースもありましたということです。もちろんいいお母さんもたくさんいると思います。これはケースバイケースだし、人によって違うと思います。とにかく今の彼氏と付き合っていて以前のようなお母さんの問題がないのがとてもありがたいです。とても個人的な経験なんですけどありがたいです。今の彼氏のお母さんは私と何度も会ってもずっとお客さんとして接してくれて一定の距離感を保ってくれるのが本当に心地よいです。日本人と付き合ってよかったこと2つ目は連絡をあんまり取らないことです。つまり個人の時間を尊重してくれるということです。それに対して韓国人は男女関係なく連絡をとても頻繁にします。日本に10年間住んでいるある YouTuber の方の動画を見たのですが、韓国にはメネラーという言葉がなくて、日本には回避型という言葉がないそうです。なぜなら韓国人はみんなメネラー気質で日本人はみんな回避型だからという冗談ですね。何を食べたか何をしていたかなど小さなことまで共有しようとする傾向が強いです。日本人の皆さんはいかがでしょうか。何してるの？何食べたの？という言葉がちょっと怖く感じるかもしれません。韓国では結構一般的でよく使われる表現なんです。韓国ではアルバイト中や会社にいる時でもスマホを見るのが禁止ではないので結構連絡ができますね。こういった点は人によって長所にも短所にもなり得ると思います。実際多くの韓国人女性が日本人の男性は連絡をあんまりしないから嫌だと言っているのを見たことがあります。日本人男性へのインタビューでも1日1回2回ぐらいのメッセージであれば十分という方も多かったですね。これは国籍に関係なく私自身の性格には合っていると思います。私の場合むしろそれが長所です。本当に必要なこと以外は連絡しないタイプなんですよね。むしろ彼氏にどうしてそんなに連絡しないのと聞かれるくらいです。無理に連絡を取らなくてもよくて、お互いに必要な時に連絡すればいいというこの空気感がすごく楽で気に入っています。やっぱり
付き合い始めた頃は今よりは連絡頻度が高かったんですが、最近は生きていることさえ分かればいいという感じですね。必要な時にはちゃんと連絡が取れるのですごく安心しています。完全に音信不通になるわけではないですしね。日本人と付き合って感じる短所は、彼しか言いたいことを直接的に言わないということです。さっきも言ったように、私ははっきり言う文化の中で育ってきた人間で、彼は感情を隠して遠回して言う文化で育った人です。だから一時期は、ちょっと話ができない、そんな気持ちを感じたこともありました。嫌いなら嫌い、好きなら好きとはっきり言ってほしいけど、それができないんですよね。でも今ではお互いに極端だったところから中間に近づいてきたので、大きな問題はもうありません。でもやっぱり恋愛は文化の違いよりも個人の違いの方が大きいと思います。結局は自分に合う人を見つけることが大切だと思います。